こんにちは、こんばんは、おはようございます。日本語 V ティーチャーのわさびです。今日は鬼滅の刃から日本語を勉強しましょう。ちょっとしたセリフのネタバレがあるので、まだアニメを見ていない人は気をつけてくださいね。それでは、準備はいいですか？意識戻ってんじゃねえか。もっと騒げや。ちょっと雑な話し方ですね。これを教科書の日本語で言うと、意識が戻っているではありませんか。もっと騒いでください。です。動詞、い形容詞、な形容詞は普通形を使います。名詞はそのままです。この文法にはびっくりした気持ちや誰か他の人を非難したり注意するニュアンスがあります。ちなみに非難というのは誰かの悪いところやミスなどを見つけてそれは良くないよっていうことです。じゃないかのかはつけてもつけなくてもいいです。この違いはどちらかというと男性の方がよく使うか女性の方がよく使うかですが意味はどちらも同じなので誰がどちらを使っても大丈夫です。じゃねえかにも仲間がいるんですがその中でもじゃねえかが一番汚い言い方です。ちなみに関西ではじゃんかじゃんはやんかやんになります。意識戻ってんじゃんか。意識戻ってるやんか。意識戻ってんじゃん。意識戻ってるやん。こんな感じです。では、この文法はどんな風に使えるのか、ちょっと例文を見てみましょう。やめなさいと言ったではありませんか。やめろって言ったじゃねえか。ひどいではないですか。ひどいじゃねえか。これは便利じゃないか。こりゃあ便利じゃねえか。こんな風に言い換えることができます。一緒に使えるのは普通形なので、辞書形、内形、他形、なかったを使うことができます。いい形容詞を使うときは、くない、かった、くなかったの形です。気をつけてくださいね。また、ひどいをひでえ、これはをこりゃに言い換えるともっと汚くなります。このルールについては、チェンソーマンの主題歌、キックバックから日本語を勉強しようのビデオでも少し紹介しています。ぜひチェックしてみてね。騒いでくださいはとても丁寧なお願いですが、騒ぎなさい、騒げにはどんな意味やニュアンスがあったか覚えていますか？そうですね。これはどちらも命令形です。騒ぎなさいの方が少し丁寧で、騒げの方がきつい言い方です。この後ろに修助詞よ、やなどをつけると言葉をもっと強くすることができます。よとやの違いは、やの方がちょっと汚くて悪い日本語です。基本的にはあまり使わない方がいいでしょう。誰か来たのかしら？なんだかドキドキしちゃう。誰のセリフかわかりましたか？これはすごく可愛くて優しい話し方です。教科書の日本語で言うとこうです。誰か来たのでしょうか？なんだかドキドキしてしまいます。動詞とい形容詞は普通形、な形容詞と名詞はなをつけてください。これは話している人がわからないなぁと思っていることを丁寧に質問するときに使います。これは何と読むのでしょうか？これは何と読むのかしら？
本当においしいんでしょうか？本当においしいのかしら？どうして人気なんでしょうか？どうして人気なのかしら？このように使います。でも、実際の生活でかしらを使う人はあまりいません。特に若い人はほとんどいないと思います。これはお嬢様だったりマダムのイメージがある話し方です。では、もう一つの方、しちゃう。N4 でも勉強しますよね。がっかりしたとか残念だ。あとは全部終わったという意味がありました。ドキドキしちゃうのしちゃうはついしてしまいます。してしまったの使い方です。本当はしてはいけない。ダメだと思っているのに、無意識にまるでアクシデントのようにそれをしてしまったというニュアンスです。つい昼寝をしてしまいます。つい昼寝しちゃう。ついお菓子を買ってしまいました。ついお菓子買っちゃった。この2つの違いは丁寧な言い方とかわいい言い方です。でも、しちゃう、しちゃったを使うときは手形の手を取ってください。例えば、ついお菓子買ってちゃった。これはダメってことです。気をつけてくださいね。ちなみに、なんだか、これは、なぜだか、理由はよくわからないけど、なんとなく、という意味です。ドキドキすることは、悪いことでも、してはいけないことでもありません。でも、緊張したり、恥ずかしかったり、気持ちの変化で心臓の動きが速くなるときに、よし、心臓を早く動かそう、とは誰も思いませんよね。無意識にそうなってしまった。そうしようとは思っていないのに、そうなってしまったこと。つまり、不本意な気持ち。自分では止めることのできない気持ちなどにも、しちゃう、しちゃったを使うことができます。そして、なんだか、なぜだかと一緒に使うことで、理由はよくわからないけど、やだー、ダメよー、ドキドキしちゃう、私ったらー、というニュアンスをさらに強くしているんですね。話しかけんじゃねえ。これはまたちょっと雑な話し方ですね。話しかけるんじゃない。話しかけないでと言えばわかると思います。これと同じなんです。動詞、い形容詞、な形容詞の辞書形か名詞とセットで使います。友達、家族などよく知っている身近な人、親しい人に使う禁止の文法です。最初のじゃないか、じゃねえかと同じで、ないをねえにすると男性的。ないによをつけると少し柔らかい言い方になります。でも気をつけてください。ねえによをつけるとないを強調してもっと怒っているような汚い日本語になります。注意してくださいね。まだ食べないで。まだ食べるんじゃない。まだ食べてはいけません。まだ食べるんじゃありません。まだ食べるな。まだ食べるんじゃねえ。同じ意味の文でもいろいろな言い方ができますね。これは上から順番に優しい言い方、丁寧な言い方、きつい言い方です。るをショートカットする言い方。食べんじゃねえも最初の意識戻ってんじゃねえかと一緒ですね。これは特に若い男性が
友達などと話すときに使う日本語の形です。女性だとギャルもよくこの話し方を使うイメージがあります。いつ、誰と、どこで話すのかをしっかり考えながら表現を使い分けてみてくださいね。上に立つものは下のものにそう目くじら立てず、ゆとりを持って。目くじら、目とクジラ？のんのん、違います。これは目くじらを立てるという慣用句で、他の人の良くないところを探して非難する。小さなミスや出来事を話題にして、それほんとダメだよね、良くないよと言ったりすることです。このセリフにあるずは目くじらを立てるの否定形、つまりネガティブです。目くじらを立てないではなく、目くじらを立てずというとちょっと硬い表現になります。さて、目くじら、これ顔の中にあるんですが、どこだと思いますか？正解はここ、目尻です。もともと目くじらを立てるは怒った時の顔、目をつり上げて相手を睨むという意味でした。そこからどんどん意味が広がって今の形になったと言われています。彼はいつも目くじらを立てている。目くじらを立てないで気楽に行こう。目くじらを立てずに気楽に行こう。いかがでしたか？カジュアルな日本語、ちょっとわかりましたか？この言い方ならわかる、知っている文法だって思った人も多いと思います。ぜひもう一度アニメを見て、ちゃんと意味がわかるかどうかチェックしてみてくださいね。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おつわさびー。